皆さんこんにちは、さきです。本日は2023年の上半期ベストコスメです。はい、ということでついにこの時期がやってまいりました。今年も私が愛用したコスメたちを発表していきたいと思います。正直毎日メイクがないというか、一日一日違うメイクを結構するので、メイク動画で使用してる頻度とかは結構まちまちだったりとかするんですけど、個人的に使って結構すごいこれみたいな感じでお気に入りで使っていたアイテムを紹介していこうかなと思います。それではまた私スタート。はい、ということでまずはベース部門からいきたいと思います。まず1つ目、こちらです。エスポアのウォータースプラッシュサンクリームになります。これは日焼け止め兼下地っていう感じで使っていたんですけど、 SPF50 プラスの PA3 プラス入ってる日焼け止めになっていて、ちょっとテクスチャーがピンクっぽい感じのものになります。こういう感じなので自然に肌をトーンアップしてくれるっていうのと、結構ね日焼け止めにしてはクリームなんだけどジェルっぽい柔らかさ、みずみずしい感じのテクスチャーなのがすごく私的にはお気に入りで、乾燥しにくい、保湿もしながらしっかりとトーンアッププラス日焼け止めの効果があるっていう感じですごく使っていたものになります。本当にすごいね、テクスチャーがサラサラで柔らかいので、もう基本的にはこれをベースに日焼け止めも含め1個で完成してたことが多かったかなと思います。で結構ね今年顔白いすごい言われてたから、首も一緒にこうどんどんこう日焼けもしていくし、割と多分影になりやすい部分だからトーンアップしてあげると綺麗に見えるかなと思うので、こちらも顔と首にすごく塗っておりました。こっちが塗った方でこっちが塗ってない方なんだけど、ツヤツヤになるのと自然にトーンアップしてくれる感じになります。ジェルっぽいテクスチャーなのにここまでトーンアップしてくれるの珍しいなと思って結構使ってたアイテムになります。続きましてこちらです。これはヒンスの下地になります。ちょっと韓国語で何書いてあるかわかんないんだけど、これも SPF50 プラスの PA4 プラス入ってる日焼け止めではないんだけどトーンアップベースって書いてあります。ラベンダー系のカラーになります。ラベンダー系の下地も結構いろいろ持ってるんだけど、その中でも割と青みが強いというか、こういう感じのザ紫っていうよりかは青みがかったような紫、ブルーとパープルのミックスって感じのカラーになります。これは本当に少量つけただけでかなり肌がトーンアップするので、私は結構顔を白く見せたい時とか撮影とかね、髪の毛を今年多分1年ほぼほぼ黒に近いようなカラーにしてたので、透明感が欲しい時とかにここの頬の部分とかおでこの部分とかここの顎の部分にポイントで塗ってあげたりとかして透明感を出してくすみを飛ばすっていうのと、あとはスモーキー系のメイクだったりとか紫系、世の中的にはブルベ系と言われてるメイクかなを結構割と挑戦することも多くって、そういう時に肌のこの木くすみを飛ばすために使っていたベースになります。こんな感じです。さっきのとミックスされてるから分かりづらいと思うんだけど、結構肌に塗ると青っぽさが出るというか、もう一個私ディオールのブルー系の下地を持っていて、多分動画でも何回か使ってたと思うんだけど、あっちはザ・ブルーって感じで割ともともと木くすみがあるタイプなので、結構ね肌の塗ってる部分と塗ってない部分の境目がすごかったなんだけど、これは結構しっかりとカバーしてくれる割に透明感も出してくれる割に自然に均一に透明度アップしてくれるような印象でした。去年に引き続き今年もパーソナルカラーを気にされる方というか、それを元にメイクをされる方が多いと思うんだけど、割と私多分ブルーベースで診断されたけど、おそらくコメント欄にも書いてあった通り多分ブルーベースではないのかなみたいな感じで思っていて、ただブルーベースのメイクをしたい時とか髪の毛暗くしてちょっといつもより違う印象のメイクしたい時とかは下地からピンク系にしたりとか、ブルーベースだったらこういう青みがかった下地とかを使うといろんなメイクの挑戦ができるのかなと思うので、これも全然乾燥しないのでおすすめです。続きましてファンデーション部門です。まずはクッションファンデから紹介していきます。こちらです。ちょっとこれ本当は出すかどうか迷ったんだけど、なんか自分のところのさ製品だし自分で作ったアイテムだから宣伝っぽくなるのも嫌だなと思って出すか迷ったんだけど、リアルにこの商品を出すためにこのパッケージに出来上がる前から、1年
半ぐらいかな、ずっとつけてたし、出来上がってからもずっとこれをつけてどんな風によれるのかなとか、どんないいところがあるのかなっていうのを結構研究するために毎日なるべく使うようにしていたので、リアルに使うのはこちらでした。よく使ってただけじゃなくって、やっぱいろんなファンデーションを試してきたんだけど、その中でもやっぱり一番ダントツでよれにくかったのはやっぱこのセレブのクッションファンデかなっていうのを、やっぱどのファンデーションを使った後でも感動するし、浮気しても戻ってくるファンデーションかなと思います。これ中の成分にシリカパウダーっていうものを入れてるから、肌につけた瞬間に密着するんだよね。だからセミマットなんだけど潤いを肌に与えながらちゃんと肌にくっつく感じ、クッションファンデなのにベトつかない感じなので、夏にもすごくおすすめかなと思います。あとはね、納豆好きすぎて納豆入れたんかってコメント欄に来てたんだけど、そういうわけじゃなくて納豆は好き。確かに発酵食品はやっぱり体には必要な、とても健康には必要なアイテムだから、食品だからすごい好きなんだけど、納豆好きで納豆入れてくださいっていうわけじゃなくって、こういうテクスチャーでこういう風にしたいっていうのを研究所の方といろいろとこう打ち合わせをしていった中で、納豆がネバネバする作用の成分っていうのがすごく肌を滑らかにしてくれるらしくって、それを入れたらどうですかっていうのを提案してもらって、これを入れることになりました。納豆のね、匂いとかがすることは全くないんだけど、成分の匂いは正直ない。むしろファンデーション自体に私がセレブのオリジナルで作ったオリジナルの香りが入ってるので、もはやその匂いは全くしないんだけど、納豆菌が何の成分かというと、肌の凹凸っていうのを滑らかにしてくれて、こうつるっとした陶器肌を作ってくれるっていう成分を含めて入れました。他にもいろいろ成分入ってるんだけど、特に2つの成分のおかげで肌がつるっとマット肌にしてくれるっていうファンデーションで、とっても私はこれが一番好きなクッションファンデーションです。続いて今年空前の私リキッドファンデブームだったんですね。こちらです。汚いこっちがジベルニーの MC ファンデーション17号ポーセリンっていうカラーで、こっちがエスポアのプロタイラーファンデーション B グローっていうやつですね。こちらの2つになります。多分動画内でリキッドファンデそこまで使ってたかわかんないんだけど、撮影の日とかは絶対にリキッドファンデを私は使ってます。で、なんでかっていうと、やっぱりよれにくい、長時間メイクを持たせていないといけないので、クッションファンデーションってすごくコンパクトで軽めに塗れるのはいいところなんだけど、どうしても水分量がリキッドファンデーションとクッションファンデーションって違うので、夕方頃になってくるとクッションファンデーションだとややくすみがちになりやすい。なので結構クッションファンデーションだったら白めのものを最初に塗っといた方が良かったりとかするんだけど、リキッドファンデーションはね、やっぱりしっかりと密着するっていうのと、カバー力がやっぱりクッションとはまた異なるので、撮影の時とかはリキッドファンデーションをすごく使っていたかなっていう感じです。クッションファンデーションが流行りだしてからはもう皆さん多分クッションファンデーション命って感じだったと思うんだけど、私が結構韓国系とか中国系のメイクを参考にしたりとかしてる中で、トレンド的に割とリキッドファンデがやや戻ってきつつあるなっていう印象でした。やっぱりお肌も綺麗に見えるし、均一にテクなしで塗れるのもすごくいいかなっていうので、割とリキッドファンデーションを使ってました。この2つを選んだ理由は、1個だとね、結構こっちのエスパーが緩くってツヤツヤになる系なの。もう本当に液体がこうやってやったら動くぐらい結構緩めのもので、こっちは逆に硬めなんだよね。この2つをミックスするとちょうどいい肌感というか、私の肌にはすごくちょうどいい仕上がりになったっていう感じでした。こっちのジベルニーは17号なので結構単体でつけると真っ白なんだけど、こっちのエスポアは割と黄身がかかってるわけじゃないけど、ちょっとイエロー系のカラーになってたので、これを混ぜるとちょうどいい肌の感じになるっていう感じで、この2つを使ってました。この2つはもう絶対に寄りたくないっていう時に本当に絶対必須って感じのものなのと、しっかりカバーしたいって時にすごくおすすめです。続きましてお粉編です。お粉編も2つあります。まず1つはこちらのウォン・ジョンヨ先生のフィキシングブラパウダーです。私は01番のプレーンピンクっていう色を使ってます。もうこれほらないの、使い切った。私あんまり使い切ることないんだけど使い切りました。過去のベスコスだとコスメデコルテのパウダーを使ってることが多かったと思うんだけど、今年は割とウォン・ジョンヨン先生のものを使うことが多かったです。やっぱりお粉はお粉でも乾燥するものしないもの、ちょっと小鼻が油が浮きやすいもの結構分かれるんだよね。だからつけた時はどれもすごくいいんだけど、やっぱ長時間
間経った時にどういう風によれるのか、どういう風に肌が変わってくるのかっていうのをすごく私大切にしてて、このウォンジュン先生のやつはよれにくさが本当にピカイチかなっていう感じでした。あとね、かなりね粒子が細かいからふんわり肌を整えてくれるっていうような、私結構ピーチ系とかのメイクもすごく好きで、今年ピンクメイクがすごく多かったんだけど、そういったメイクの時にほんのりピーチ系の肌にしてくれて、ほんのりこう肌をふわっとふっくら見せてくれる印象だったので、こちらを選びました。もう一つはこちらですね。もう毎回使ってたから絶対入ってるだろうって感じなんだけど、こちらのエスポアのセッティングパウダーです。これはさっきのとまた違って、もうそこ見えてるからほら固まってる固形のパウダーになるんですけど、これもねめっちゃ粒子が細かくって、今爪長いから触れないんだけど、めっちゃ粒子が細かいの。これはね本当にしっかりカバーしたい時とか、小鼻のところとかね、おでこの皮脂とか、あとこことか、今ライトでテカってるとこって全部すごく油とかが出やすい部分なんだけど、これをここにペタッペタってお直しするだけでお肌が蘇るので、私は化粧直しは基本的にクッションファンデーションは1回塗ったらもう塗り直さないので、これとリップだけ持ち歩いてバッグに入れてお出かけするっていう感じです。本当にこうやってやるだけ。ほら消えたでしょ、ほらほらほらって感じですぐお直しができるっていう、パン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 とかじゃなくて、本当気になったところにこう押さえてあげるっていうイメージで化粧直しをしてました。とにかくこれは私にとっては必要不可欠なアイテムです。続きましてチーク編になります。チークはこちらのスティーラソウルセダクションという色だそうです。とにかくこれはすごく使っていた。上半期多幸感あふれるピンクメイクにハマっていて、今までの使ってたようなくすんでる系のピンクとかを使うっていうよりかは、割とこういうパキッと明るめのピンク系を使うことが多くって、結構多幸感漂うピンクが好きで、こういう系のピンクをもうとにかく手当たり次第に漁っておりました。これはポイントで1個だけ使うっていうよりかは、この後とかもまたシャドウを紹介するんだけど、その使うアイシャドウの薄いピンクをまずのせた上で、その上からここの中央部分にポイントでふっくらのせるっていう使い方が一番多かったです。結構しっかりめに色が出るから、1個だけで全体幅広くのせちゃうと結構アンパンマンみたいな感じになっちゃうから、割とふんわりとのせることがすごく多かったです。とにかくこっち系のカラーがすごく使ってた印象でした。続きましてハイライト編です。プレドポーボーテルレオスールデクラむず名前の21番っていうカラーを使っておりました。これ結構いろんなカラーあるんだけど、私はこの21番のこちらを使っておりました。結構ねこれマット系のハイライトになっておりまして、こういう感じでマット系のツヤって感じです。今ここにつけてるのがキラキラ系のツヤで、ちょっと今ここにふっくら塗ったんだけど、こういう感じで割とマットなひらめきっていう感じです。フェイスパウダーとハイライトをミックスした感じのテクスチャーっていうのかな。なのでこれは割とこの眉の部分だったりとか、このおでこだったりとか、口角だったりとか、あとここの鼻の横、ほうれい線部分、あとはここの、私はこけてる顔が大嫌いなので、ここのこの部分ですね、こういう感じでふっくらさせたいなって時とかに、このこめかみの下のへこみのところに塗ったりとかしてふっくら見せるっていう使い方をしてました。今多分ライト当たってるから余計多分ギラギラしちゃうんだけど、普通に普段の私生活で使う分には全然ギラギラしなくて、結構ナチュラルなハイライトなので、自然にナチュラルに肌をきれいに見せたいっていう時とかはこれ1個で全然いいのかなっていう感じです。私の使用用途的にはそういうポイントでこうつけてあげて肌をふっくら見せてあげるっていう感じでした。老け顔って言われるとか、頬がこけてるとか、ほうれい線気になるとか、おでこを丸く見せたいっていう方とかは、こういうマットタイプのハイライトを使って光を与えてあげるとかなりふっくらと見えると思うので、とってもおすすめです。本当はこれ以外にもハイライトを普通にここの頬とかに使ってるハイライトを紹介しようかなと思ったんだけど、正直今年ハイライトっていうハイライトを使うっていうよりかは、アイシャドウに入ってるラメとか細かいラメをここにのせることがすごく多かったんだよね。今日とかもアイシャドウのラメをこうやってのせてるんだけど、指でのせてるの、いつもこうやって。そうすると結構ギラギラなハイライトもこういう感じで粒子細かく水玉みたいな感じで発光してくれるので、割とそのパレットに入ってるラメのカラーを使うことが多かったので、そんなにハイライトパレット自体は使ってなかったかなということで、今回はこのマットタイプのみを紹介させていただきました。続きましてシェーディング編です。ベージックで
です。買ってからこれ以外は使ってないっていう感じ。もうとにかく使いやすかった。これ鼻のシェーディングとかはこの2色で賄っちゃうって感じ。今までいろんなシェーディング使ってきたし、こっち系のカラーも試してみて、正直みんなからしてみたら、いやそんなシェーディングって変わんなくない？色味一緒だったら同じじゃないって思うかもしれないんだけど、のせた時の粉の風合いとかでふんわりナチュラルに陰影がつけられるかどうかって全然違くって言っても、私は結構はっきりめに顔を出したいタイプだから、ちょっと鼻黒くないってたまに言われるんだけど、本当にその中でもナチュラルなカラーです。たくさん塗っても浮きづらい。もうこれは鼻と、あとここねとか、あと口のところとか口角とか使うのに基本これしか使ってませんでした。もう一個ちょっと紹介するか迷ったんだけど、これは1年半ぐらいずっとベスコスにランクインしている &B のコントゥアペンになります。これはもう一生じゃないっていう感じ。私だってもうストックで3本ぐらい常に家にあるようにしてて、もう1本なくなったら1本買い足すみたいな感じで必要不可欠なアイテムです。最近は意外と使わなかったり使ったり。最近さ、お酒をさあんまり飲まなくなったの。よく飲んでた時は本当に週に3回とか4回とか立て続けに飲んでたりとか。でも最近はマジ1ヶ月に、忙しいっていうのもあったりとかで、1ヶ月に本当に2回飲むみたいなぐらいお酒をあんまり飲まなくなったのね。会社とかのご飯会とかも結構あるんだけど、会社のご飯会でも全然飲まないよね。今まではバカみたいに飲んでたのね。うちの YSM の会社って本当に怪獣だらけだから、酒ヤクザしかいなくて、みんなどすこいどすこいどすこいみたいな感じでお酒飲むんだけど、今まではみんなと一緒になって飲んでたんだけど、なぜかあんまりお酒を飲まなくなって、ちょっと健康志向になってきたんだよね最近。体に入れるもの、少しでも悪があるものにちょっと抵抗がついてきたというか、日々の生活で健康なものを取り入れてるからこそ、むくむかもみたいなアイテムとか、塩分過多かもみたいなものとか思ったりとかすると、ちょっとこう、今までの努力がもったいないしなみたいな。でしかも結構顔むくむのよ私。本当に太りにくいと思われてるし、むくみにくいって多分思われてることが多くて、なんでそんないつもシュッとしてるんですかとか言われるんだけど、これマジで撮影の普通に 3,4 時間前には起きて半身浴して動画撮んないとままならないぐらい顔むくみやすいし、だからそういうのもあって最近はお酒も飲まなくなったので、むくみが少なくなった。話長かったけど今すごい長かったけど、そう、むくみが少なくなったの。 YouTube の撮影の時、ダーリッチの撮影の時、セレブの撮影の時はライトが3灯4灯ぐらい、私の顔だけではなく体だったりとか後ろの壁だったりとか、もう全てに当たるように撮影環境がなっているので、普通の濃さでやっちゃうとぼやけちゃうし飛んじゃうので、しっかりさせるために塗ってるんですけど、基本的に普段の私生活では最近はあんまり使わなくなったぐらい、本当に顔はシュッなりました。でもむくんだ人がもうゴリゴリにここにもうドゥ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 っていっぱい入れて、デーモンカッカみたいな感じするのが私は好きです。続いてアイシャドウ編になります。アイシャドウはもうおいどんからも絶対さきさんこれですよって言われたこちらになります。これはマジで使ったよね。めっちゃ使ってました。特に使ってたのがこことこことこのカラーはゴリゴリ使ってましたね。全部やないかいって感じなんだけど、マジですごい使っていました。今までの斉藤咲のメイクって結構しっかり上下色をもたらすっていう感じのメイクだったんですけど、上まぶたを割とニュートラルなカラーで仕上げることがトレンドなのかなと思って試してみたんだよね。上だけニュートラルで下だけちょっとピンクっぽい赤ラっぽい感じのメイクしてたら、すごい目が大きく見えるのとナチュラルなのにすごい盛れるっていうことに気づいて、私は最近もうこういう薄いピンクとかをベースにして、下にこういうちょっと濃いめのピンクとかで色をつけてあげたりとかするピンクメイクをよくしておりました。このねラメが超可愛くて、ほらキラキラキラって感じの、そんなピンクっぽすぎないみたいなラメになってて、これをハイライトにこうやって使ってなぞってこうやって使ったりとかで、割とラメ系もハマっていたので、上まぶたニュートラルなカラーにしてるからこそ、こういうラメをここの中央部分にのせてあげて、目がパチパチした時に綺麗にキラキラって光るようにしたりとか出ました。さっき言ってたチークなんだけど、それこそこれのこのピンクの色とか頬の中心に塗ったりとかして、チーク代わりに塗ったりとかも私はしておりました。このねアイシャドウとこのさっきのピンクとセットで使うことが結構多かったんだよね。メイクルックブックとかでも多分出てたと思うんだけど、もう色味完璧じゃんね。結構ハッピーみたいな、ピンクみたいな感じのお顔になれるので、幸を呼ぶ顔というか、ハッピーラブリーハートキュンキュンメイクみたいな感じです。どんなメイク
続きましてマスカラ部門です。マスカラはこちらになります。エチュードハウスですね。下のまつげは今までずっと使ってるキャンメイクのブラウンを使うことが多くて、下まつげにはこれは塗らないんですけど、上まつげにこれを使うことが一番多かったです。なんで上まつげにしか塗らないかっていうと、結構ドバッと出るというか、結構しっかりめにつくようなタイプなんだよね。だからこうやって塗ると束になりやすいから、すごく私は上まつげにぴったりだなと思って使ってたんだけど、下につけちゃうと結構濃い印象になっちゃって、なんか囲みラインみたいになっちゃうのが嫌で、下まつげはキャンメイクのを使っておりました。でよく質問来るんだけど、私最近もうパリジェンヌとかまつげパーマとかもやってなくて、まつげエクステ 4,5 年ぐらい多分やってないかな。まつげの密度が高めすぎるものがあんまり似合わないのと、カールが長すぎるものがあんまり私の好みのあれじゃないので、まつエクとかはしてないんだけど、ただ今空前のさ束感まつげブームじゃん。これでキュンキュンキュンってすることが多かったです。簡単にね束感まつげになる。私結構束感まつげ地まつげで作るの苦手なんだけど、これが唯一楽ちんにできるマスカラだったので、とってもおすすめです。知ってる？これ知ってる？知ってるよ。続いてリップ部門になります。まずリップペンシルですね。こちらをよく使っておりました。こういう感じのベージュピンクみたいな感じです。オレンジの時でも全然使えるし、ピンクの時でも使えるしっていうカラーになります。今までよりオーバーリップにハマってまして、この下とか書いたりすることが多かったです。よく聞かれるヒアルロン酸入れてますかっていう質問なんだけど、唇が厚い方なんですよね、遺伝的に。兄ちゃんも母ちゃんも父ちゃんも弟もみんな私よりも唇がポテッとしてるタイプでして、私もそれをあやかりまして、割とぽってりはしていたんですね。ただ昔はさ、唇がコンプレックスだった時もあったわけ。唇だけでかいみたいな。なんかね、人中って伸びるらしいの。だから確かに若干この上唇は薄くなってきたかなって感じは若干あるし、うちのお母さんも唇ちょっと昔よりか落ち着いてきたって言ってたんだけど、人中って伸びるんだって。本当かどうか知らないよ。でもなんかよく見るの、ツイッターで。昔はねもっとすごいバーンってなってたからすごい嫌だったんだけど、なんせメイクしてったりとか、あとこのお仕事始めてからみんなから褒められることが増えて、でしかも時代的にもやっぱぷっくりリップってすごくトレンドっていうか割と多いじゃん。だからありがたく私のチャームポイントなんだと思って、それをさらに活かすようにオーバーリップにしてった結果、相当オーバーリップになったみたいな感じになります。なのでヒアルロン酸は入れておりません。ぷっくりリップは作れるっていう感じで、もうこのリップライナーがあれば口角キュッてすることもできるし、ここをポテってすることもできるしっていう感じで、あとさっきも言った人中伸びるよねっていう話なんだけど、少しこう上唇がボリュームが減ってきて、でそれもちょっと嫌だなと思ってここに塗ったりとか。あと私左右差があるんだよね。噛み癖で均等な人いないってほぼいないって言われてんだけど、ダーリッツの撮影データとかなんか見るとやっぱねすごいね左右差が気になるんだよね。ちょっとボリュームが少ない方だけ山を足してあげたりとか、綺麗な唇の形を作るっていうのでこれを使ってました。続きましてリップ編です。こちらジョン・センムルのローズウェーブっていうカラーになります。今まではマット系だったりとか、あとは去年だったらアンプリチュードのリップがすごく好きで、割とコーラル系とか薄めのリップ使うことも多かったんですけど、であとマット系がすごく多かったんだよね。なんだけど空前のティントブームになりまして、こっち系のリップを買い漁ることがすごく多かったです。もう超うるうるツヤっていう感じのカラーになります。結構これでグラデリップ作ったりとかぷっくりリップを作ることが多くって、このローズウェーブっていうカラーは割とピンクなんだけど、ややちょっと落ち着いたカラーの印象のリップになります。ティッシュで落としてもこうやって残るくらいさ、結構取れにくいわけだから、デートの時とか撮影の時とかご飯とか行く時とかにあんまりリップ落としたくないっていう、落ちないでほしいみたいな時にもすごくおすすめなものでした。で結構私こういう系のリップ使うと皮がむけちゃうことがすごい多かったんだけど、これは全然むけなくってずっと乾燥せずに保湿されたままで使えたので、これはすごくおすすめでした。モニョンちゃんメイクではロム&のやつとか使ってたんだけど、ロム&のやつもずっと使ってたらもうなくなっちゃって、でどうしよっかな、リピートしよっかな、でもいろんなの試したいしなみたいな時にこれ使ってました。で私の使い方としては中央にまずドピャッとつけます。で結構色が中央に一番濃くなるようにして、外側にこの残った余りのものだけでちょっとぷっくり色を薄くつけていく感じ使い方をしてたので、グラデっぽく使うのが私の
トレンドでした。その上からよく使ってたのがこちらです。クラランスのリップコンフォートオイル02番。クラランスのリップコンフォートオイルはすごい好きで、私全色持ってるの。前の形のやつも全色持ってて、黄色とか紫とか全色何気持ってて、とにかく好き。全く落ちない。一番こってりしてるんだよね。しかもね、ちょっとこう太いの、ここの先っちょのアプリケーターが。だからすごく塗りやすくって、これをこうやって中央にね。色は正直そこまですごい出るわけではないので、ほらすごいギトギトになるの。キングギドラって感じ。そういうことってぐらい、ほらうるうるになるでしょ。でもこれ元々の色どんなだったっけって感じなんだけど、正直多分もっと透き通ってた気がするんだけど、もしかしたらなんかリップあるあるなんだけども、重ねるじゃん基本。コンフォートオイルやべえ、すげえ純度高い色だわ。ちょっと絶対みんな驚かないでね。違うよねなんか詐欺やんって言われてもおかしくないぐらい違うよね。こういうリップとか、あとアンプリチュードのこういうのとか、あとオレンジリップの時とかにも全然足しちゃうから、そのまま使ってしまうとこういうことになりますっていう。お好みで色味が変化できますみたいな、そっち系みたいな感じになってます。ちょっと元の色とは異なるんですが、リップ自体の良さは変わりませんので、足からず。はい、ということで以上のアイテムが私の2023年の上半期のベストコスメになります。一個一個理由がスラスラ長時間語れちゃうぐらい、本当にいい理由がたくさんあるっていう感じで、本当におすすめな私の神コスメたちなので、韓国系が多かったかな多分。コロナの緩和されてから韓国に行ったりとかする機会も多くって、それで買ったアイテムがやっぱすごい良くてみたいなものとかもすごく多かったかなと思います。なので、これから韓国旅行に行かれる方とか、9点の目代わりとか9点でお買い物とかっていうので悩まれてる方は是非参考にしていただきたいなと思います。これからも多分いろんなメイクをし続けていくと思うので、また来年下半期、今年の下半期の多分メイクのコスメ、ベストコスメも変わってると思うんだけど、今期のベスコスはこちらのアイテムたちでした。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このアイテム使ってみたいとか、これ可愛かったっていうアイテムがあればコメントでお待ちしております。違う、チャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバーイ。